皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はペーパーヤーンとリボンを使ったトートバッグの編み方をご紹介します。夏のお出かけにぴったりなバッグです。持ち手をリボンでくるんであるので持ちやすいですし、もし持ち手が汚れてもリボンだけ編み直すことも可能です。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それではスタート。まずはこの作品で使う編み方です。画面をご確認ください。それぞれの編み方は動画の中でも説明していますので、編んだことがない編み方があっても安心してチャレンジしてみてください。次に出来上がりサイズです。画面をご確認ください。ただし出来上がりサイズは編む人の力加減によって変わってきます。使用した毛糸は湯沢屋マイファボメイドソフトラフィアです。湯沢屋で購入できます。160g 使用しました。持ち手のリボンは 1.6mm 幅のものを 13m 程度使用しました。必要な道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は8号 5mm を使用しました。この作品の大まかな編み方を説明します。1、底を編む。バッグの底から編み始めます。底は円の形です。2、側面を編む。模様編みで側面を編んでいきます。3、持ち手を編み縫い付ける。スレッドコードで持ち手を編み縫い付けます。ここまでで完成としてももちろん OK です。4、リボンをつける。持ち手をリボンでくるむように編みます。最後に飾りのリボンをつけて完成です。それでは早速編み始めましょう。それでは編んでいきます。まずは輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。2回巻いたら一度右手に持ち替えて毛糸玉につながっている方の糸を左手にかけます。輪の部分を左手で挟んで持ってください。かぎ針を輪の中に入れて糸をかけて輪から引き出します。もう一度糸をかけてループから引き抜きます。これで輪の作り目ができました。1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。針に糸をかけてループから引き抜きます。これで鎖編みが編めました。細編みを6回編みます。輪の中に針を入れて糸をかけて輪から引き出します。糸をかけて今針にかかっている2本のループを引き抜きます。これで細編みが編めました。最初の細編みを編んだらかぎ針から一番近い V 字の部分にマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。
これが段の最初の1目目のマーカーになります。残り5回細編みを編んでいきます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。全部で6回編んでください。細編みを6回編み終わりました。6回編んだら最後の細編みにもマーカーをつけておきます。最後に編んだ6回目の細編みにマーカーをつけました。真ん中の輪を引き締めます。針にかかっている糸を少し引き出して針を抜いておきます。糸端を引っ張ると真ん中にある2本の輪のうちどちらか1本が小さくなります。真ん中に注目しながら糸端を引いてください。片方が小さくなりました。小さくなった方の糸をさらに引っ張ります。小さくなった方の輪を引っ張りました。最後にもう一度糸端を引っ張ります。これで真ん中の輪を引き締めることができました。かぎ針を戻します。針を戻すときは糸を引いたときに動く方の糸が針の手前に来るようにしておいてください。針を戻しました。一番最初の目に引き抜き編みをします。一番最初の目は最初にマーカーをつけたので、このマーカーが通っているのと同じところに針を入れて引き抜き編みをしてください。この場所を覚えておいてマーカーを外します。マーカーがついていたところに針を入れて糸をかけて、今針にかかっているすべてのループを引き抜きます。これで1段目が編めました。ここでペーパーヤーンなどの硬い毛糸を編みやすくする裏技を一つお知らせします。霧吹きに水を入れたものを用意し、これから使う毛糸を軽く濡らしていきます。少し湿るぐらい霧吹きすれば OK です。毛糸が湿ると柔らかくなって編みやすくなります。ただ毛糸が切れやすくなりますので、編む時に力を入れすぎないように注意してください。また毛糸玉全体を濡らしてしまうと後でカビが生えてくることがありますので、その時編む分だけを少しずつ濡らしていきながら編むのがおすすめです。1段目を編む時も糸を濡らしてしまうと輪を引き締める時に糸が切れてしまいやすいので、1段目は濡らさずに編むのがおすすめです。2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編み2目編み入れるを6回編みます。細編み2目編み入れるというのは1つの目に2回細編みを編むという意味です。細編みの場合は立ち上がりの鎖編みを目の数に数えないので、
前の段で引き抜き編みをしたところに最初の目を編みます。前の段で引き抜き編みをしたのと同じ場所に針を入れて、まず細編みを1回編みます。段の最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。細編み2目編み入れるなので、同じ場所にもう一度細編みを編みます。これで1つの目に細編みが2回編めて、細編み2目編み入れるが編めたということになります。これを段の終わりまで繰り返して編んでいきます。次の目も細編み2目編み入れるなので、1つの目に2回細編みを編みます。また細編み2目編み入れるが1回編めました。残り4回編んでください。6回目の細編み2目編み入れるは、前の段でマーカーをつけた段の最後の目に編んでください。細編み2目編み入れるが6回編み終わりました。段の最後に編んだ目にマーカーをつけておきます。段の最初の目に引き抜き編みをします。マーカーがついているのが段の最初の目です。マーカーがついていたのと同じところに針を入れて、糸をかけて、今針にかかっているすべてのループを引き抜きます。これで2段目が編めました。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編み1回、細編み2目編み入れる1回のセットを6回繰り返し編んでいきます。一番最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところに編みます。まずは最初の目に細編みです。段の最初の目を編んだらマーカーをつけておいてください。細編み1回が編めたので、次の目は細編み2目編み入れるです。細編み2目編み入れるが編めました。これで細編み1回、細編み2目編み入れる1回のセットが1回編めたということになります。このセットを残り5回、全部で6回編んでください。次の目は細編みです。細編みを編んだら、次は細編み2目編み入れる。1つの目に2回細編みを編みます。これでまた1セット編めました。段の終わりまでこれを繰り返して編んでいきます。最後の目は細編み2目編み入れるになります。
これで細編み1回、細編み2目編み入れる1回のセットが6回編めました。最後の目にマーカーをつけておきます。最初の目に引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目からの編み方は次の画面に出しておきます。また円の編み方の動画では編み方を動画で見ることができます。そちらも参考にしてみてください。10段目まで編み終わりました。直径はだいたい19センチほどになっています。側面の1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを1回編みます。前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。段の最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。2目飛ばして長編み5目編み入れる、2目飛ばして細編み1回のセットを9回繰り返し編んでいきます。まずは2目飛ばして長編み5目編み入れるを編みます。長編み5目編み入れるというのは1つの目に5回長編みを編むということです。2目飛ばすので3目目のところに編んでいきます。1、2、3、この目に編みます。長編みを編みます。長編み5目編み入れるなので長編みを5回編みます。針に糸をかけて2目飛ばした3目目のところに針を入れます。糸をかけて引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。糸をかけて残った2本のループも引き抜きます。これで長編みが編めました。同じ場所にあと4回長編みを編んでいきます。針に糸をかけて同じ目に針を入れます。糸をかけて引き出して糸をかけて2本のループを引き抜きます。糸をかけて残った2本も引き抜きます。これでまた長編みが編めました。あと3回編みます。1つの目に5回長編みが編めました。これで長編み5目編み入れるが編めたということになります。次は2目飛ばして細編み1回です。1、2、3、2目飛ばした3目目のところに細編みを編みます。細編みを編みました。これで長編み5目編み入れると細編み1回のセットが1回編めたということになります。これと同じものをあと8回、全部で9回編んでください。
2目飛ばして3目めのこの目にまず長編み5目編み入れるを編みます。長編み5目編み入れるが編めました。2目飛ばして細編み1回です。1、2、この3目めのところに細編みを編みます。これでまた1セット編めました。編んでいる時、自分の方に向いている面がバッグの外側になりますので、こんな風に側面が立ち上がってくるように整えながら編んでいってください。全部で9回繰り返し編んでください。長編み5目編み入れると細編み1回を9回繰り返し編み終わりました。この段は残り5目になっています。2目飛ばして長編み5目編み入れるを編みます。1、2、3、この目に編んでいきます。長編み5目編み入れるが編めました。この段の一番最初の目に引き抜き編みをします。最初の目にはマーカーをつけてあります。この目に引き抜き編みをしてください。引き抜き編みを編みました。これで1段目が編めました。前の段の最後の目につけてあるこのマーカーはもう使用しませんので外していただいて大丈夫です。側面の1段目を編み終わった時、このような状態になっています。編んでいる時、自分の方に向いている面が外側になりますので、側面が立ち上がってくるように整えながら編んでいってください。1玉目の糸が終わってしまった時、新しい糸をつなぐ方法を説明します。新しい糸をつなぐときは長編みの途中か細編みの途中で変えていきます。まずは長編みの途中で変える方法です。未完成の長編みを編みます。針に糸をかけて編み地に針を入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。これが未完成の長編みです。この状態で新しくつなぐ糸を持ってきます。糸始末できる分10センチぐらい糸を残しておき、そこから使い始めます。新しい糸を針にかけて2本のループを引き抜いて長編みを完成させます。この後は新しい糸で編んでいけば OK です。この部分に糸端が2本残ると思いますが、これは編み終わった後、とじ針を使って糸始末してください。次に細編みの途中で糸を変える方法を説明します。途中まで細編みを編みます。編み地に針を入れて糸をかけて引き出します。
糸をかけて2本のループを引き抜いたら細編みが完成しますが、ここで止めておきます。新しい糸を持ってきて、糸始末できるぐらい糸端を10センチから15センチほど残し使い始めます。新しい糸を針にかけて2本のループを引き抜き細編みを完成させます。この続きは新しい糸で編んでいけば OK です。この場合も糸端が裏面に2本出ていると思うので、この糸端は編み終わった後、とじ針を使って糸始末してください。2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3回編みました。3目めの鎖にマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。この段では立ち上がり鎖3目を最初の1目とカウントします。ですので今マーカーをつけたところが最初の1目目の頭ということになります。段の最初の目に長編みを2回編みます。前の段で引き抜き編みをしたところに長編みを2回編んでください。前の段の引き抜き編みをした目に長編みを2回です。長編み2目編み入れるが編めました。2目飛ばして細編み1回、2目飛ばして長編み5目編み入れるを9回編んでいきます。まずは細編みです。2目飛ばして3目めのところに編んでいきます。1、2、3、この目です。前の段の長編み5目編み入れるの真ん中の長編みのところに編むことになります。細編みが編めました。次に2目飛ばして長編み5目編み入れるを編みます。1、2、3、この目です。前の段で細編みを編んだところに編むことになります。長編み5目編み入れるが編めました。これで細編み1回と長編み5目編み入れるのセットが1回編めたということになります。これと同じものをあと8回、全部で9回編んでください。前の段の長編み5目編み入れるの真ん中の目に細編み、前の段の細編みのところに長編み5目編み入れるを編むという風に編んでいけば OK です。細編み1回、長編み5目編み入れる1回のセットを9回編み終わりました。この段はあと5目残っています。2目飛ばして細編みを1回編みます。1、2、3、この目です。
細編みを編みました。最初の目を編んだところに長編み2目編み入れるを編みます。この段の一番最初に長編みを2回編みました。それと同じ場所に長編みを2回編んでください。この部分です。この段の最初の目を編んだところに長編み2目編み入れるが編めました。一番最初の目に引き抜き編みをします。マーカーがつけてある立ち上がりの鎖3目目のところです。マーカーがついていたのと同じところに針を入れ、引き抜き編みを編んでください。これで2段目が編めました。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを1回編みます。前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。段の最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。2目飛ばして長編み5目編み入れると2目飛ばして細編み1回のセットを9回繰り返し編んでいきます。まずは2目飛ばして長編み5目編み入れるです。1、2、3、この目に編みます。前の段で編んだ細編みのところです。ここに長編みを5回です。長編み5目編み入れるが編めました。2目飛ばして細編み1回です。1、2、3、この目です。前の段の長編み5目編み入れるの真ん中の目に編むことになります。細編みが編めました。これで長編み5目編み入れると細編み1回のセットが1回編めたということになります。これを9回繰り返し編んでください。長編み5目編み入れる細編み1回のセットを9回繰り返し編み終わりました。2目飛ばして長編み5目編み入れるを編みます。1、2、3、この部分に編みます。長編み5目編み入れるが編めました。段の最初の目に引き抜き編みをします。マーカーがついている目です。これで3段目が編めました。3段目まで編み終わった時、このような状態になっています。ここから先は2段目と3段目の編み方を繰り返して編んでいってください。
12段目まで編み終わりました。最後の部分を糸始末します。最後はとじ針を使って閉じていきます。今段の終わりの引き抜き編みを編んである状態ですが、この引き抜き編みを一度ほどきます。引き抜き編みをほどいて、最後の長編みが編まれた状態に戻りました。針にかかっている糸を引き出して10センチぐらい残るようにしてカットします。カットした糸端をとじ針に通します。とじ針に通しました。先ほど引き抜き編みをしていた立ち上がりの目の隣の目に針を入れていきます。針を通せました。次に一番最後に編んだ長編みの頭に上から針を入れます。これで最初と最後をつなぐことができました。あとは裏面にこの糸端を通して糸始末していきます。余った糸はカットします。最後の部分を閉じることができました。糸をつないだ時の糸端がまだ出たままになっていると思いますので、この糸端もとじ針に通して裏面に糸始末をしておいてください。3段目と同じ編み方で編み終わった場合の最後の閉じ方を2パターン説明します。先ほどと同じように引き抜き編みをほどいて閉じ針に糸を通してチェーンつなぎで閉じる方法でも良いと思いますし、引き抜き編みを編んで最後に鎖を1回編んでから糸を引き出してカットし、裏目に糸始末をする方法でも良いと思います。チェーンつなぎの方が見た目は綺麗に仕上がりますが、強度に関してはこの最後に鎖編みを編んでから糸始末する方が強度が強くなるので、お好みに合わせて好きな方を選んでいただくのが良いと思います。持ち手を作っていきます。持ち手はだいたい5センチずつ裏面に縫い付けますので、その分を考慮して何センチの持ち手にするかを決めてください。私は60センチ持ち手を編もうと思います。持ち手はスレッドコードで編んでいきます。まずは先ほど決めた持ち手の長さの 3.5 倍毛糸を毛糸玉から引き出してください。3.5 倍の長さ毛糸玉から引き出したら、その地点から編み始めます。この下に出ている糸が引き出した糸になるようにして左手に糸をかけてください。それではスレッドコードを編んでいきます。
まずは結び目を作って針に糸をつけます。この部分の糸を後ろから前へ押すようにしてぐるっと1回転させます。根元を左手で挟んで持って糸をかけてループから引き出します。少し引っ張って結び目を小さくしておきます。これで糸がつきました。ではここからスレッドコードを編んでいきます。まずは下に出ている糸を手前から奥へかぎ針にかけます。かけたら指にかかっている糸を針にかけ、今針にかかっている2本のループを引き抜きます。引き抜きました。あとはこれと同じ動作を繰り返して必要な長さになるまで編んでいきます。下に出ている糸を手前から奥に向かって針にかけ、指にかかっている糸を針にかけて2本のループを引き抜きます。この動作を繰り返していってください。必要な長さまで編むことができました。必要な長さまで編み終わったら、最後に鎖編みを1回編んでから糸を切ります。鎖編みを1回編んで、この糸で本体に縫い付けるので20センチから30センチほど糸端が残るようにしてカットします。針にかかった糸を引き出して最後に編んだ鎖編みが小さくなるように糸端を少し引っ張っておきます。反対側の糸端はとじ針を使ってこの紐の中に糸始末しておきます。糸始末をしたら余った糸をカットしておきます。長く残してある糸端は本体にこの持ち手を縫い付ける時に使うので切らずにこのままにしておいてください。それでは持ち手をつけていきます。まず持ち手をつけたい場所にマーカーなどで印をつけておきます。今回はバッグの内側に縫い付けますので、印をつけたらバッグを裏返して裏面が外側になるようにしておきます。バッグを裏に返しました。持ち手をこんな感じで裏面に縫い付けていきます。糸端が残っている方はこの糸端を針に通して縫い付けていきます。糸端が出ていない方は
新たに糸を切って針に通したもので縫い付けていきます。とじ針に糸端を通しました。あとはこの部分に縫い付けていきます。表面に響かない方が綺麗なので、この表面の糸をすくって縫い付けるようにしていくと良いと思います。縫い付け方に決まりはありませんので、針が通せそうな場所に針を通しながら縫い付けていってください。上の部分まで縫い付けることができました。この部分は一番力がかかるところなので、同じ場所をあと 2,3 回縫っておくのがおすすめです。同じ場所を何回か縫ったら、この部分を戻るような感じで糸始末をしてください。糸始末できました。持ち手の紐が外れないことを確認できたら、この糸端をカットします。反対側も同じ要領で縫い付けます。反対側には糸は出ていないので、糸を新たに30センチ程度カットしてとじ針に通し、この部分に縫い付けてください。持ち手をつけられたら完成です。このままの状態で使ってももちろん良いのですが、この持ち手にリボンをつけるアレンジ方法をご紹介します。幅 16mm のリボンを使っていきます。持ち手の内側に針を入れて、この状態でリボンを針につけます。やり方は持ち手を編んだ時、一番最初に針に糸をつけた時の方法と同じです。糸がついたら針を持ち手の内側に持っていき、この状態で針に糸をかけてループから引き抜きます。これで持ち手のところにリボンがつきました。持ち手の端の部分に寄せておき、ここからこの持ち手をくるむように細編みを編んでいきます。またリボンの端を一緒にこの中に入れておくと糸始末が必要はないので、この後が楽になります。なので持ち手とこの糸端、このリボンの端は一緒に持って編んでいってください。では細編みを編んでいきます。持ち手の下に針を入れて、針にリボンをかけて手前から持ってきます。針にリボンをかけて、今針にかかっている2本のループを引き抜きます。これで細編みが編めました。同じ要領で持ち手の下に針を入れて糸をかけて
手前の方に引き出してきます。糸をかけて2本のループを引き抜きます。これを繰り返して持ち手の部分がリボンで埋まるようにしていきます。持ち手の端から端まで細編みで持ち手をくるむことができました。最後に鎖編みを1回編んでからリボンをカットします。鎖編みを1回編んで10センチぐらい残るようにカットしてください。針にかかっている糸を引き出して少し引っ張って最後の部分が結ばれるようにしておきます。このリボンはとじ針を使ってこの部分の中に入るように糸始末してください。両方の持ち手にリボンをつけ、飾りのリボンをつけたら完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。